通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ハリウッドのボックスオフィスからの話題になります。先日も少し触れましたが、現在ですね、2本の低予算ホラー映画がこのボックスオフィスを文字通り席巻しておりまして、そのうちの1本に至ってはですね、約43年前に公開されました E.T. の再来と言われているほどなんですね。現在この低予算映画がとんでもない偉業を達成しているということなので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ね、こちらマンダロリアンの動画で、軽く触れました2本の低予算映画、これがですね、現在海外で大ヒットをしているんですね。本来であればね、こっちが主役でマンダロリアンが脇役くらいな感じなんですが、とにかくですね、この2本現在とんでもないことになっておりまして、ハリウッドのね、歴史を作っていると言っても過言ではないレベルなんです。ということでね、日本の皆さんにもこれ一体何が起きているのか知ってほしいということで、本日たっぷり取り上げていきますが、まずはこちらですね。劇場公開後、さらに好調な2週目の週末を迎えた新作ホラー映画、オブセッションは、すでに制作費の約75倍を回収している。ということで早速ですが、こちらですね、映画のタイトルにはなりますが、オブセッションとあります。こちらが本日のキーワードになります。Obsession。誰かや何かに対する極度の関心や執着で、そのことを常に考えてしまう状態。ということでね、こちらのオブセッションというのは、執着という意味になります。そのことばかりを考えている。つまりはそれに夢中という意味ですね。でね、似たようなニュアンスのワードで、Addiction。何かをすること、または何かを使うことをやめられない状態。ということでね、こちらの addiction というのは依存という意味になるんですね。で、これね、人に対しても使いまして、この後ろにね、addicted to you とつきますと、あなたに依存している。つまり、あなたに夢中という意味になるんですね。有名な歌ありましたよね。あれ何でしたっけ？電話代かさんで迷惑しちゃうやつ。宇多田だ。宇多田ヒカルにね、アディクテッドという歌ありましたね。これね、直訳すればあなたに依存している。自然に翻訳すればあなたに夢中という意味ですね。で、こちらのオブセッションも同じような使い方ができます。この場合、前置詞ね、with になりますが、obsessed with you になれば、あなたに執着している。あなたのことばかり考えている。そして、あなたに夢中という意味になるわけですね。なので、どちらもね、日本語で自然に訳すと、何々に夢中と訳すことができるんですが、その根本となるニュアンスは、全然違うということですね。こちら、オブセッションというのは執着。そしてこちらのアディクションというのは依存と。こういったニュアンスになります。ということで、こちらは、劇場公開後、さらに好調な2週目の週末を迎えた新作ホラー映画、オブセッションは、すでに制作費の約75倍を回収している。5月15日に公開された、カリー・バーカ監督のオブセッションは、公開初週末に全米で1170万ドル超、全世界で2700万ドル超の興行収入を記録した。報じられている制作費が100万ドル未満であることを考えると、これは非常に大きな成果だ。フォーブスによると、オブセッションは2009年のパラノーマルアクティビティ以来17年ぶりに全米興行ランキング首位を獲得した低予算映画となった。ではね、こちらのオブセッション、改めて概要を見ていきたいと思います。オブセッションはカリー・バーカーが脚本、監督、編集を手掛けた2025年のアメリカのサイコロジカルホラー映画であり、劇場映画監督デビュー作でもある。これね、監督デビュー作なんですね。物語は楽器店で働くベアが友人のニッキーに自分を好きになってほしいと願い、その願いを叶える超自然的なおもちゃを手に入れるところから始まる。しかし、その願いは恐ろしい結果を招くことになる。ということでね、このオブセッション。監督がね、こちらにありますが、以前も紹介しました。もともとね、YouTuber の方で、これが大変話題になったんですね。で、その下見てみますと予算があるんですけどね、これすごいですよね。ここね、75万から100万ドルと、つまりマンダロリアンの予算があれば、このオブセッションを220本作れるということですね。ハリウッドの規模感的に言えば、超低予算で作られた映画と、こういったわけなんですね。じゃあね、この映画、一体何がすごいのかって話ですよ。低予算で大きな興行収入を上げたというのは分かった。じゃあ何がすごいのか。それがね、こちらになるんですよ。興行収入のサプライズ。オブセッション2週目の週末興行収入が 39% 増加。観客を震え上がらせる。ということでね、このオブセッション。皆さんね、よく興行収入を語る際に、ドロップ率って聞きませんか？通常映画というのはね、公開されたら、初週末の興行収入というのが、まず見られるんですね。ここでいくら稼いだか。そして、ほとんど全ての映画は、ここからどんどん下がっていくんですね。
つまり1週目から2週目のドロップ率、映画の興行収入を語る際にはここが見られるわけです。1つ目はオープニングの興行収入、2つ目は2週目のドロップ率ですね。これに関してはね、このチャンネルご覧になってる皆さん、これまで散々勉強してますから、重々承知なんじゃないかなと思いますが、ちょっとね、ご新規の方も多いと思うんで、改めてこれ見ていきますね。ここね、ちゃんと2週目の興行収入ということで、ウィキペディアも存在しています。アメリカでは映画の劇場公開2週目の興行収入は、最終的な興行成績を予測するための重要な指標の一つとされている。ほとんどの映画は2週目に興行収入が減少するが、これね、ドロップ率と言います。減少するが、その下落幅が大きい場合は、その後の上映期間全体を通して興行成績が振るわない兆候とみなされることが多い。一方で例外もあり、公開初週末よりも2週目の週末の方が興行収入を伸ばす作品も存在する。つまり今回はこの例外が起きたと。でね、この下にね、その詳細というのが書かれているんですが、ざっとね、このドロップ率というのがどういったものなのか、どのくらいの指標になるかと言いますと、これね、ジャンルによってね、そのドロップ率っていうのは変わるんですが、大体1週目から2週目にかけて 40% 下落すると言われているんですね。で、60% を超える場合、これはね、かなりその映画のパフォーマンスが弱いことを示していると。つまり先日ね、お伝えしましたマンダロリアンは2週目のドロップ率が約 70% となっておりましたので、最終的な興行収入が悲観されているというわけですね。でね、まさにここに書かれているんですが、ホラー映画というのは非常にドロップ率の大きいジャンルとして知られていると。つまりホラーというのはコアなファンが多いので、コアなファンが多いジャンルというのは、非常にね、熱心に、初週末に映画館に足を運ぶので、2週目以降続かないということですね。なんですが、今回ですね、このホラー映画のオブセッション、2週目の興行収入が 39% 増加したというんですよ。すごいでしょ、これ。こんなことね、めったに起こりません。先ほどもありましたが、例外的にね、2週目に上昇する映画、なくはないですが、このオブセッション、低予算ホラー映画として2週目に 39% 興行収入が増加したと。じゃあなんでこんなことが起きるのかって話ですね。それがね、こちらとなっておりまして、ロッテントマトですね。すごいんですよ。見てください、これ。オールクリティクス 96%、トップが 90%、ベリファイドオーディエンス 94%、オールオーディエンス 93% ということで、どうですか？トップクリティクスね、結構ギリギリではありますが、全部 90% 以上記録していると。すごいことになってるんですね。これホラー映画ですよ。これにより、口コミが人を呼び、2週目にドロップするどころか、興行収入が増加したと。こういった状況になってるんですね。そしてこれがどのぐらいの偉業だったのか。オブセッションは ET 以来、2週連続で週末興行収入を伸ばした初の映画となった。オブセッションは単なるホラー映画のヒット作ではない。興行収入の面で40年以上起きていなかったとされる偉業を達成している。カリー・バーガー監督によるブラムハウスのホラー映画、オブセッションは2週目に続いて3週目も前週を上回る興行収入を記録。2週連続で週末興行収入を伸ばした。皆さん、すごいでしょ。この映画ですね、なんと初週公開しました。そして2週目の週末、そこからさらに興行収入がアップしました。そして3週目の週末、さらにアップしました。プロデューサーのジェイソン・ブラムによれば、この記録を達成した映画は1982年公開の E.T. 以来存在しないという。ということで、2週目アップ。そしてさらに3週目も興行収入がアップした作品というのは、なんと、40年以上前に公開された E.T. 以来、なかったというんですよ。つまりこれで、このオブセッションが E.T. の再来と言われていると。こういったわけなんですね。で、そもそもですね、こちらね、おなじみの E.T. ですよ。プクタがね、最も好きな映画ですが、これも本当にすごかったんですね。制作予算が1050万ドルです。これね。そしてなんと、その下ね、興行収入ありますが、見てください、これ。約8億ドルです。1050万ドルで作って約8億ドル稼ぎました。通常ね、この制作予算に対して 2.5 倍から3倍。これを稼ぐとトントンになると。このように言われておりますが、この E.T. ですね、約76倍を稼いだと。こういった作品だったんですね。じゃあ、このオブセッションね、現在興行収入どうなっているのか見ていきましょうよ。こちらね、ドメスティック国内が1億1000万ドル。そしてその下、インターナショナル海外が4400万ドル。その合計ですね、ワールドワイドが1億5500万ドルと。皆さんこれ制作費ね、75万ドルと言われています。何倍稼いでるかわかりますか？これですね、約208倍です。制作予算に対し約208倍稼いでるんですよ。現時点でですからね。そしてね、現在ボックスオフィスを席巻しているのはオブセッションだけではありません。こちらね、以前もご紹介しましたバックルームスですね。こちらもね、一つの記録を打ち立てておりまして、監督のパーソンズは10年以上破られなかった記録を更新した。これまでこの種の興行記録における最年少監督は2012年にクロニクルで全米興行ランキング初登場1位を獲得した当時27歳のジョシュ・トランクだった。
パーソンズは長編映画監督デビュー作であるバックルームズによってわずか20歳でその記録を塗り替えた。ということでね、この作品になるんですが、同じくね、低予算のホラー映画、予算はね、約1000万ドルと言われています。で、もともとですね、ここに見えております、現在ね、若干20歳のケイン・パーソンズ。彼がね、YouTube 上で、バックルームズという映像シリーズを公開していたんですね。で、これがね、大変話題になっておりまして、A24 が制作に入り、今回長編映画化されたと。で、こちらがね、バックルームズになりますが、これもすごいですよ。ドメスティック国内が8900万ドル、インターナショナル海外が3700万ドル、その合計ですね、ワールドワイド。1億2600万ドルと。つまり 12.6 倍ほどですか。これもう稼いでいるということになるんですね。そしてね、こちら最新のね、デイリーのボックスオフィスになります。現在1位がね、こちらバックルームズ。そして2位がオブセッションですよ。ね、ほら、以前ちょっとお話ししましたね。現在ね、マンダロリアン抜いてます。こっちの方が古いんですよ。そしてその下ね、マンダロリアンがつけておりまして、その下ね、もう公開から38日経っておりますが、マイケルが4位につけているということで、もうほんとね、現在、この2本の低予算ホラー映画が、ボックスオフィスを席巻していると、こういった状況になってるんですね。こちらデスタスイングフィルムオブセッションについてね、伝えています。オブセッションは史上最も利益率の高い映画の一本になる見込みだ。この映画は制作費75万ドルに対し、最終興行収入2億5000万ドル超を見込んでいる。ホラーは究極のチートコードだ。スタジオは CG だらけの作品に2億ドルを浪費している一方で、75万ドルの予算と純粋な緊張感だけで大金を稼げるんだから。75万ドルの予算で2億5000万ドルを稼ぐなんて、もはや違法レベルの利益だ。あの制作チームの全員がこれからとてつもない報酬を手にすることになりそうだ。超低予算映画制作のお手本とも言える作品だ。カリー・バーカーが成し遂げたことは、まさにパラノーマルアクティビティやブレアウィッチプロジェクトを思わせるものだ。わずか75万ドルの予算で公開から数週間で全世界興行収入1億ドルを突破した時点で投資額に対し1万3000% 以上という驚異的なリターンを達成している。ディズニーの重役たちは今頃吐き気を催しながら壁にもたれているだろうな。ね、先ほどこのオブセッション E.T. と比較されておりましたが E.T. のプロデューサーキャスリン・ケネディですからねこのあたりもね、なんとも皮肉な話ですが、この方ね、狂ってるって言ってますね。カリバーカーはもうこの先ずっと好き放題何でもやらせてもらえるだろうな。誰も止められないレベルで。Z 世代はまたしても自分たちこそが映画館を救っている世代だということを証明している。はい、ということで本日はですね、現在ボックスオフィスを席巻しております2本の低予算映画について見てまいりました。いかがだったでしょうか。日本ではですね、現在ね、映画といえばマンダロリアンがね、最大の話題になっているのかなと思いますが、もう間もなくマイケルですかね。現在ですね、アメリカではこの低予算映画2本をめぐって祭り状態となっておりまして、ぜひね、この2本の映画、日本の皆さんもね、タイトルだけでも覚えておいてくださいね。こんなことはですね、この先何十年と起こらない可能性ありますから、本当に。とんでもないことですよ。このオブセッションに関してはね、ホラー映画にもかかわらず、このドロップ率という常識を無視しまして、2週3週と興行収入が上がり続けていると。こういった状況なんですね。本当にね、大変なことが起こってますよ。プクタ的にはですね、以前からね、結構言ってるんですが、ホラー映画本当に大好きなので、この2本はね、ぜひ見たいですね。大体ね、ホラー映画というのは迫害されるジャンルなんですが、ロッテントマトではね、オーディエンスだけではなくって、批評家も大絶賛しており、そしてドロップ率の件もそう、もうとにかく常識破りの映画なので、今後ね、これがどこまで伸びていくのか、このあたりも注目しておくといいかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われましたか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。